歯医者さんまでお願いします。ちょっとママ、虫歯の私を殺す気？ちょっとカリエス。吐いてないです。運転手さん怒ってるかも。私もまだ怒ってるよ。なんで歯医者なんか行くのよ。だって歯医者さん行くまでお菓子禁止ってお母さんに言われたんだもん。娘の命よりお菓子の方が大事なわけ？私だって甘いもの食べたいし。ひどい。無実の娘をあんな地獄に連れて行くなんて。カリエス泣かないで、シートが溶けちゃう。運転手さんにバレたら弁償だよ。タクシーって初めてこんな感じなんだね。ママ、シートベルト。あ、そうだ。よいしょよいしょ。あれ、どうやるのこれ。私に任せて。ドリル？なんで？どう？これでいいでしょ？苦しい。外して。仕方ないな。ねえママ、本当に歯医者に行くの？仕方ないじゃん、言いつけだもん。もしかしたらまたお面をかぶった歯医者かもよ。え？あの最初のお話の？虫歯が治るどころか、今度こそドリルでバラバラにされて、そのまま骸骨になっちゃうかもよ。確かに私の隣にいた骸骨、虫歯治ってなかったもんね。やっぱり今度にしよう。でもこのままじゃ歯医者さんに行かなかったことお母さんにバレちゃうよ。どうにか治療済みっぽくごまかさなきゃ。ねえ、虫歯の治療ってどんなことするの？確か歯を削ってレジンで蓋をするみたい。レジンって私たちの髪や目に持ってるやつと一緒じゃん。私の髪がチュルチュルなのもレジンのおかげ。これでごまかせるんじゃない？でもそれ絶対まずいじゃん。口に入れたくない。じゃあキャンディーは？溶かして歯にかぶせればそっくりでしょ。甘くて美味しそう。運転手さん、やっぱりキャンディー屋さんまでお願いします。ねえねえ、白いキャンディーって何味かな？ミルク味とか発火とか？発火は歯磨き粉の味がするから嫌。私はいちご味が好き。いちご味美味しいよね。私は甘ければ何でも好き。あとコーラ味かな。ママって意外とシュワシュワ系も好きだよね。大好き。うわー、早くキャンディー屋さん着かないかな。楽しみだね。ママ、何か鳴ってるよ。何これ？ GPS。あれ、あそこに立ってるのママのママじゃない？そんなはずないよ。お母さんお家にいるはずだもん。でもこっち見てるよ。ほんと？お母さん！どうしよう、めっちゃ怒ってる。隠れなきゃ。運転手さん、ここで降ります。ママ、タクシー代は？ビー玉しかないや。
だちょっといいですか、一緒に帰って。ああれ、はい、家あれだっけ、はい、暴露横山。全然違います。います芸人で住んでる聞いたことあります。どこ住んでんのみたいな会話で、暴露横浜住んでるんですけどって言ってる芸人います？いや、なんかもしかしたらストイックなやつで、はい、ワード面白いっていうだけで。確かに言いたいから、暴露横山、芸人ってどこどこ住んでるって言いたいよね。で川北とかもそうですよね。あ、東京に住んでるってめっちゃあれいいよね。はい、俺あれは、はい、本当になんか嬉しくて、なんかねそういうの好きそうっすね。その人生かけてボケるみたいな。そうマジそうだし理由も通ってる、ね、ああそうっすね。すいません、運転手さん一回出してください。すいません一回出してください。お願いします。なんかさ、はい、なんか便がいいから、その、交通の便がいいからって住んでるって言って川北君がね、東京にね、そうで、俺あんま好きじゃないのが、なんか目黒住んでるって言ってて、いやそのアクセスいいからさとか言ってて、いや東京とかの方がいい違うだろと。東京とか品川とか、まあ蒲田だったらまだいいよ。まあ空港とかね、それだったらいいけど、目黒でアクセスいいからって、いやお前目黒が好きなんでしょ、言いたいんでしょ。目黒に住んでる自分が好きなんでしょ。そう絶対そうだからでもめっちゃいますからね、多分。めっちゃいるよね。はい、目黒住んでる。だから全然かかってこいよって話強っ柔道部。まずはオズワルド畑中この間行きましたよ、畑中んち。あ、そう。あ、仲いいもんね。仲良くて初めて行ったんですよ、山口と畑中んちに。もうなんかすごいっす。なんかうわ M1 何回も行ってたらこうなるか葉っぱが多い部屋でしょ。そうっす。でなんかあれ何って言ったら、あれなんか枯れたアジサイですとか言ってて、なんで枯らすのいいじゃん、シンプルなアジサイの方が綺麗で。なんで枯らすの。枯れたアジサイを飾ってんですよ、その乾燥させたちょっとインテリアみたいな。ふざけんなよデブのくせに。あんまりオズワルドでバレてない部分。めっちゃわかります。実はデブ。はい、俺らはブアチって呼んでます。分厚いから。ブアチあ、いいね。はい、分厚いから聞いたことない。はい、ブアチ。はい言おう今度、番組で今度言っていい？はい、いいです。あ、そっか。あ、そうだ呼んでくださいよ。いや、それこそだから、なんかね、今真空ジェシカと金属バットがゲストで来たことあるんだけどね。まだその2組だっけ。まあそのなんか大泉さんとかとコラボみたいなの、大泉洋さんとか。あ、すごい。北海道で番組やってるからそういうのはあるけどいないから、誰呼んでほしいとかありますみたいな話。なんだっけな、なんかで話してて、要ストーンとかやっぱいいっすよ。どっちもだからどっちもなんか楽しめる人がいいっすよねって言ってて、要ストーンいいっすねって言ってて、なんかそれ確か使われてなかった日呼ぶ気ねえじゃないそのスタッフさん側が全然変なことしないんでって言っといてください。しそうだと思われてるんだねそんなこと言うやつ。確かに。いやでも分かる。それを俺たちも食レポとかの仕事あんまりないんだけど、俺絶対めちゃくちゃにするんですよねって思われてるらしい。あね、いやだって思いますもんでも言いたいです。そのいやトム・ブラウンさんはやるときちゃんとやるよってそうだよ。そのそのやることちゃんとやった上でのむちゃくちゃだよっていうね。そうもちろん道をなんか一ボケもしないよあいつ。いやマジで味がグーって詰まってて、なんかこれなんか海食べてるみたいでしたみたいなこととか一応面白いですよね。テレビ見てて道夫さん食レポでいや味がグーって詰まっててだけ、もうボケなしでそれが一応面白いですよ。ちょっと逆にね。逆にそうそう思わ確かに同じっぽいね。なんかそうですよね。全部ふざけて楽しくやりたいっていう。確かに。でもさ、食レポとかまだ来るでしょ。結構普通2人ともさ、なんか見た目が悪くないからさ。ありがとうございますいやなんかその飯食うのめっちゃ好きなんですよ。ああ、そうなの。飯めっちゃ好きで、だからそういうのを YouTube でやってて、その呼んでもらった時はそれの延長線みたいな感じでやらせてもらってる感じですね。YouTube でよく飯とか食ってて、結構ボケたりする系の。いやまあボケなんかボケっていう感じでもなくて、
なんか楽しいみたいななんか楽しいだけの時間みたいな。相席食堂のそうそう相席食堂だから俺あれで今までYouTube とかでやってて別に誰に褒めてもらうとかなかったんですよ別に。ででも相席食堂でそういう食レポする機会があるんだっていうことで、じゃあいつもやってる感じでいいや別にそんな深くも考えず、でいつも通りやったら、その千鳥さんが褒めてくれて、なんかもう山口とそのオンエアを同時にこう見てたんですけど、相席食堂褒めてくれた瞬間2人でやっぱよかったんじゃんこれオンエア見て千鳥さん言ってくれてんもん嬉しいみたいな。オンエア中にね、オンエア中にで俺泣いちゃってで俺相席で泣いちゃったんですよ。そのV の中でどういう流れだっけ。恩師の先生会ってで実家そこで泣いて、実家帰ってまた泣いてってなって、泣いてる自分見て俺またこっちで泣いてるんですよ泣いてる自分見ても変。泣いた時思い出してるのはわかるけど泣いてる自分見てはキモいよ。お前そうだよなってなんでだよそれは意味わかんないいや確かにでもあれは見ててなんか気持ちいいというか。本当ですか。普通に布川さん泣くんすか。俺はね、一応決めてんだけど。決めてる。親の死に目以外は泣かないよっていう。それってかっこいいんですか。どうでしょうたけしさんがやっぱそういうねスタンスを取ってたということだったので。でもそうですよね。親系はちょっと正直来ちゃいますよね。親系はやばいですよね。普通に M1 の最後の日泣いたけどね。そうだ泣いてたよ俺見たもん山口と見たもん見た。見ました。いやあれマジでいいですあれマジマジで最高。あれはちょっと恥ずかしかった。だからあれ2回目ってあれってラストイヤーじゃないですよね別に。ラストイヤーだよ最後。あれラストイヤーでしたっけ。2回目の時がラストイヤーでしたっけ。でその時の涙がもう最高。あれでも注目してほしいのはなんか僕が聞かれてまた次頑張りますよみたいな違うどこみたいなこと言ってて、で俺やばいこれ泣いちゃうかもと思ったから俺が水を飲んだんだよね。ほう涙止めるためにね。そう俺がよくやる手法なんだけどやばい泣いちゃうかもと思ったらそういう飲み物をなんか飲んで一応止めるっていうのをやるんだけど、そしたら道夫が横でいやなんでこのタイミングで水飲んでんだよお前みたいなツッコミぶち殺そうかと思ったよこいつこいつと。でも分かんないですよそれも照れだった可能性。照れというか道夫がカバーしてくれた。もう泣きそうなのが分かったから布川さん見てでそれ見たら俺も泣いちゃうからっていうことで道夫さんが一応その収録止まった後にごめんマジ分かんなかったって言ってた気づいてない道夫さん気づいてない。普通になんで水飲んでんだよ。シンプルに突っ込んだだけ。シンプルにふざけんなよこいつまた可愛いですけどねそこもね。恥ずかしいそうね。いやいいっすね。いやだから俺だから好きなんですよね芸人。熱い全員だから今とかもそうですけど喋ってるとこんな楽しいことないんですよね。芸人と飲みに行く時間が本当一番好きなんですよね。いやそれは分からなくはないな。なんだろう結局なんか熱くないような感じの芸人でも、掘り下げてったらめっちゃ熱いじゃん全員って俺はなんかだから好きなんですよね。可愛いじゃないですか芸人って。可愛いなんか、新ネタめっちゃ考えて作って、で新ネタライブとかやって、でちょっと滑って、でちょびっとだけお金もらって何千円とかよっしゃこれで今日飲み行けるぜとかって帰っていくんですよちょっと滑ったのも忘れて、ちょっと滑ったの忘れてまあいいやあそこ受け出しぐらい
しかもちょっとのお金っていうのもさ、1000円ぐらいよ。そうっすよ本当にね。そう1000円なんて当たり前じゃないですかね。お金ないのもあるしね、もらえないもらえない時もあります。なんなら場代の方が上回っちゃって、マイナスな時だって全然あったりする。余裕でね。それなのに飲んじゃってね。そうかわいいじゃないですか。なんかそんなやつどうすんの。だって死ぬしかねえじゃんそんなやつらって思うけど、そんな中でも楽しくやってる芸人。確かにね。だから明るくはあるけどね。いやそうで心も強いっすね。そう考えるとね。ね普通はだって将来のこととか考えたらもっと違う道だってあったはずじゃないですか。そうだね。ね。だけどそうじゃないね。俺らの仲間とかもみんなそうだし、なんかね。俺結構要ストーンはすごいと思うのが、要ストーンがさ決勝行く前ね、4年前か5年前ぐらいに要ストーンが一応もうテレビとかね出てたから、ライブ中心ではないから、その誰が今良さそうとかあんまり把握してない時期になんか要ストーンいいらしいよ今年みたいな聞いて、そうでなんかのねライブで見た時に、うわ確かめっちゃ良くなってるとか思ったでめちゃめちゃなんかもう人気もめちゃめちゃある状態みたいな、ライブシーンの中ではね。そうだからこれ行くぞみたいな時に、なんか確か3回戦ぐらいで落ちたんだよね。マジでそうっす。俺あれ俺は経験しないんだ。俺たちはもうずーっともう地下ライブで、とにかく人気ないもう人気ない漫才師してんの一角だったから。まあ人気のない漫才師してんのでしたよね。そのストレートで言われるとね嘘です嘘。そうでもそうだったから、それでなんていうかね、一撃で一応いけたみたいな。いやすごいっすよ。だからその一応やれたけど、その一回来そうみたいな時にまあいけなくて潜るみたいなの方がきついと思うんだよね。それ気持ち的にね。なんかそれの時期で言ったらなんかそのまあ結局大丈夫別に面白いんだからっていうのはずっと山口も俺もなんかそのお互い言い合ってはいましたね。大丈夫これ大丈夫。いやもちろんいや M1 なんかいいよなんてなったことは一回もないんですよ。絶対勝ちたいっていう気持ちもうずっと絶対勝ちたいってやってて、でそのまあ行くかもみたいな言われた時に3回戦で落ちて、もうそれこそ大泣きして、だけどでもこれもなんていうんですか、なんかもうこれももう部活の名残なんですよね。いやこれもいつか決勝行くための一個のピースだからみたいな。なるほどね。全部なんかそう思うようにしてるんすよ。途中だと。途中です。途中だしそのじゃあなんでかってなったら、それこそトム・ブラウンさんがそれこそ同じようにね、お客さん今日入んのかみたいなライブ出てたところから行ったんだけど、あの人たちっていうのはそのなんか山口ともう本当にすごい衝撃を受けて、で行けんだみたいな、こっからでも行くことできんだみたいな勇気をもらいましたよね。だし俺トム・ブラウンさんが受けるのが一番悔しいかもしんないっすマジで。それはなんで？いやだから受けなくてもいいようなもので受けてるじゃないですか。貫いてますよみたいな人ってこと？そういうことです。それで受けんのが一番いいんですよ。漫才師として。でじゃあ例えばこのネタはトム・ブラウンさんじゃなくてこのコンビのこのネタは受けてるけど、別に俺らがその気にするような受けではないっていうコンビもいたりするんですよ。まあ確かにね。でもトム・ブラウンさんは受けてほしくないんですよ。同じライブだったら絶対トム・ブラウンさんより受けたいんですよ俺らは。そういう存在ですマジで。絶対受けたいんですけど、なかなかやらせてくれないですねそれをね。そんなこといやもういやマジでストーンの受け方結構えぐいから。いや全然トム・ブラウンさんはねいい笑いなんですよ。要ストーンはまずね、なんかね芸人にもお客さんにも、やめてください、今トム・ブラウンさんのターンです。今トム・ブラウンさんを褒めるターン。出たキャー。こういう時も出るんだ。こ
こういう時とあと DM でなんか嫌なこと言ってきた人にだけDM とか俺 DM とかめっちゃ返す方なんだけど。でいるんですか嫌な DM で？もちろん俺もうあれでもうアンケートでも必ず今でも、マジでつまんなすぎます死んでくださいとかあるよ。でも俺そういうの本当に一切何も思わないから、キャーだけ返したりとかダメーだけ返したりとかするよ。それ欲しいんですよ。それ欲しくて送ってきてんすよ。まあもしかしたらね。もしかしたらね。だって好きの反対って嫌いじゃないですからね。好きの反対は無関心ですから。出た。無関心じゃないですよ。聞いたことあるわ。はい。誰かが言ったことあるワード。いいじゃないですか。俺だって誰かに聞いてこれを今言ってるわけですけども。確ですけども。はい。誰かの。だからめっちゃ関心がある。いやだからそうっす。だからもう嫌なんですよ。トム・ブラウンさんが受けると悔しい。でもだからこそあの人たちに勝ちたいとかってやっぱなるし。あれそれはでも嬉しいね。いやそうですよ。なんかいややっぱ。いやカナメストーンの方がね、やっぱね、その全方位から、なんかね愛されてる感じがするんだよね。全然そんなことないです。いやまあ確かに全方位は嘘か。はい嘘です。全方位でも全然つまんないって言われます。嘘。全然言われます。全然。どういう人というかわかんないっすよねそれは。本当に姿を現さない人が言ってるので。ああなるほどね。はい。そうかまあそうかライブとなんかその受け方がなんかねそのね俺たちと違うんだよね。もうなんかずっと全員がなんか幸せな感じになってる空気感がライブの時。そう俺たちは幸せになってる感じは一切ない。いや見て幸せになってる人いっぱいいますよ。いやうわ気持ち悪いみたいな。でも気持ち悪いってどうですか？嫌ですか？嬉しいですか？いやまあどっちでもないかなこれは別に。なるほど。まあその人それはいいっすね。気持ち悪いで楽しんでくれてるなら別にまあいいし。確かに確かに確かにそれいいっすね。そうっすね。あんまりそうかな。いやめっちゃわかります。めっちゃいいっすねそれ。だから俺は今でもそう一回その落ち込んだ後にもう一回ドンって言ってるのが。俺だったらできないかもとか思っちゃうからやっぱまあエアーレンズとかもさ一回一緒の時にまさにあいつが3回戦で押したりとかしてたからそういう人たちの方が俺すごいと思うから。いや多分まあエアーレンズさんもそうだと思うんですけど本人らからしたらその今落ちてるとかそんなこと考える余裕もないというか。なるほど。はいだから周りが多分そう思ってまあいろいろ気にして見てくれてるだけで、本人らは別にいたっていやもうとにかく別にもう面白い漫才作るしかないでしょ。しかも何回戦で落ちてもいやでもトム・ブラウンさんもそうですよね。だって別に面白いの作るしかないでしょ。どうなったってっていう。まあね最終的にはねそうかもね。トム・ブラウンさんがじゃあ例えば俺が今トム・ブラウンさんのことをそう思ってたあの人たちに漫才であの人たちより同じライブ出たら絶対笑い取りたいみたいな思ってて。トム・ブラウンさんは誰のことをそう思ってたんですか？これね、ちょっと冷めちゃうかもしれないんだけど冷めちゃうかもしれないけど俺本当に誰かより受けたいって一切ない。かっこいい。ずりーよ本当にずりーよ。すまんね髪長いくせにそんなこと言っちゃってさ。マジかよ。これ初めて言ったからね俺。マジっすか？どこでも取材では言ったことないよそんな。うわすごー。じゃあ漫才で自分がよし今日はこれいいぞっていう基準って何なんですか？まあでもまあその日一番受けてるはあるけど、まあ受けは絶対ね嬉しいですもんね。俺ね1年目の時に札幌にねまだいた頃に北海道で活動してたんですか？そう俺ピンでやってたから最初。そうなんすね。で吉本新喜劇となんかなんつうの漫才の人たちが来るなんかイベントの手伝いを俺がしてその時にねなんか阪神巨人師匠がねなんつうのかなもう60とかぐらいでしょその時も。だけどねなんか受け方がねなんつうの別に拍手笑いとかじゃないけどなんかね
重い受けがズーンみたいな、そうなんかね聞いたことない音、今でもあんまり聞いたことない音の受け方、はいはい。でその後に笑い飯さんが確か出たんだよね、笑い飯さんもね、聞いたことない音の受け方、また別の、そう、それの音を超えてないと、超えてるというかぐらいいってないと受けたとはあんまり思ってないかな。いいっすねそれ。1年だから多分最初に経験したことが一番なんかわかります、めっちゃわかります。それはあるじゃない。あります。それでかな。うわだからなんかまあたまにどっかで言うんだけど、俺、受けた本当に受けたと思うのは2回だけって話をしてて、どことどこですか？それは M1 の2018年の3回戦、3回戦は本当にドーンときた感じしたし。それは会場どこですかその時は？3回戦ルミネかな。あ、3回戦がルミネの時ですね。まだそう3回戦のルミネの時やばいっすよね。まあちょうどね行ける時ってね、めっちゃ盛り上がってましたよね。そう、あ、それを見てたってこと？あ、いや、そのルミネが今準々じゃないですか。だけど3回戦をルミネでやってる時のお祭りの感じ、確かにね、はいそう、うわ、そこなんすね。それはなんか俺たちネタ終わった後にハリケーンさんが一応なんか「何やあいつら誰や?」みたいな、まあ全然それでなんで袖のやつもライバルなのにみんな笑っとんねんみたいな優しいしな。それもその後出番がシャイニングスターズっていう、シャイスタさん、そうでまあ普通ぐらいの受け度だったんだけど、その後解散しちゃってね。なんすかその話それで急に悲しい話。そうだね、人違ういやどことどこ受けたの話だったんで、シャイスタさんがね3回戦で普通の受けでその後解散してねちゃうごめんなんか自分受けたって話だけしたくなくて照れちゃうからダメですよ。俺それもう今日照れさせないですから。照れ禁止です。照れ発見したら無理です。戻します話を。やるね。当たり前じゃないですか。MC いける人見ても目光らしてますから。怖え。それと2019年の M1 の準々決勝はいやわかります。その準々って鳥でした？なんかどっか鳥でしたよね。準々鳥じゃなかった。確かあれ？俺なんか後半見て多分自分ら負けてたかな。多分もう負けてるタイミングだと思うんですけど、鳥？トム・ブラウンさんじゃんこれみたいな年ありましたよ。それが多分ね初めて決勝行けた年の準々決勝。ああそうか。でそうなんか測られてんのかなと思ったんですよ。どういうことですか？俺たちの今の実力を鳥に持ってきてどれぐらいできんだみたいなことですか？みたいに、それこそさっき言った3回戦のでもう一本あるんですかみたいなの可能性あるなと思って。でネットとかもさまだ2ちゃんみたいなまだ流行ってる頃2ちゃんにね、トム・ブラウンはどうせもう一本ないだろみたいなことを書いてあってさバカ言うな、もう一本あるわタコスケ。もう見に行ってムカつきに行ってるじゃないですか。言いに行ってふざけんじゃない、もう一本あるわ。そう雑草魂ですよね。ふざけんな、俺らの何をして面白いよライブ。お前らが来るようなライブに出ないようにしてんだよこっちは。逆に賞レースばっか来る人のとこにあんま行かないようにしたんだよその時期。だってすごいっすよね。なんか誰にも何も言わないで大阪のエントリーライブとかで試したりしますもんね。よく知ってるね。知ってますよ。だから気にしてるんですからトム・ブラウンのことそれ知ってんの結構すごいよ。当たり前じゃないですか。当たり前でしょ。日本橋アップスね。会場っすか？勝手に出てね。エントリーだってお金払って出るライブですよね。そうだけどなんかねさすがにいいですってなったけど、言ってくれたんですね主催の方が。それででまあそんな受けなかったけどね大阪まで行ってそんな受けないんかちゃんと見るんかいと思って。出ててトム・ブラウンじゃねってなるんですよね。まあなんかね最初から一応なんか名前を書いてくれててトム・ブラウン来んのみたいなのは一応なってくれてて、その状態でそんな受けなかったから信用できるライブだね。いいね、いいライブだね。いいな、熱いな、めっちゃいい。いや、いいっすね。そうか。ちょっと次はだからそのね俺が今の俺のチブを喋ったからね。またさタクシー乗るときはさチブいっぱい喋ってよ。チブはい、チになった。そうですね。どうします？ちょっとでも飲みませんやっぱ。こっからね降りてちょっと降りて。一軒目酒場でいい？いや、くぼみで。くぼみか
やっぱまだくぼみだよね。で地面にじゃがりこ置いてじゃがりこでいいね。はい、カップだからね、置きやすいんで。じゃがりこの L じゃあ俺がおごる。いいですか。さすがにおごる。じゃあちょっとお願いします。あ、すみません。ゴーペイで。タクシー来ましたね。じゃあ僕はお先に乗ります。どうぞ。よし、疲れた。今日も忙しかったですか？今日も忙しかったね。疲れた。帰って寝るっす。寝るっすか？帰って寝るっす。なんか、こう元気が出ることってなんかないんですか？これをやったら元気になるみたいな。自分がっすか？でもね、我が輩はね、お酒大好き。なの？大好き。そうなんだ。伝次郎先生飲みます酒？まあある程度飲めるは飲めるんだけど、最近はあんまり飲まないかな。気にしてる？健康とか気にしちゃいます？そういうことでもないんだけど、なんだろう、飲まなくてもいられる体質なんで。そっか、だからすごいお酒そんなに飲める強くないのね、すぐ顔が赤くなって酔っちゃうから、アレルギー的な。まあ弱いんだよね。でも若い時、学生だった時とかすごく若かった時は、量飲めないけど、面白いからさ、仲間と一緒にすごい。で僕なんか学生寮とかにいたから、男子寮とかいてね、楽しそう。みんなねすごいんだよね。毎日。そうだからよくないんだけど、さ、一気みたいなのあるじゃん。あれよくないんだけど、そういう雰囲気あるじゃん。ありますね。コールとか。それでね、結構酔っ払ってね、叫びまくってたな。いやでもそれは若い時ね、特権だよね。エネルギーがね、なんかわかんないけどリアカーみんなで引っ張ってね駆け回ったりしてたな。意味不明。面白そう。意味不明なこといっぱい出た。お酒好きなんだ。大好き。もう毎日飲んでるんだけど、強いんだ。いや強くはないんだけど、お酒毎日飲んで、でただ飲めない時期とかもあって、なんで？歌を歌わなきゃいけない時とかは、喉のために1ヶ月禁酒とか、それこそライブの時は飲めない。もうそれが辛くて、でも今日はもうビールを。ビールが好きなの？ビール好き。ビールから。そう、甘いもの好きじゃなくてさ。めっちゃ酒飲み。そうなの。そう、甘いもチョコレートとか食べらんなくて。そうだからおのずとどんどん苦い方に行ってしまって、最終的にビールに。そうか苦いビール？苦いビールが好きだな。おつまみ何好き？おつまみはでも長芋とか好き。いや渋っ
長芋何こう刻んでそう醤油漬けとかでわさびでうわお親父だ46億歳だからもう、ね、それはもうしょうがない好みが、そう伝次郎先生は僕はあんまりねだから今、たまにビールとか、日本酒もちょっとぐらいは飲むことあるけど、あんまりねそうね胃があんまり良くなかったからかな。胃が良くないそうだからちょっとね、精神的にさ割とちょっとくよくよするとこもあるから、結構胃に来てさストレスで胃痛がすることがあったりして、そういうことで、だんだん飲まなくなったのもあるかもしれないね。おつまみとかも食べるまで飲まない？そうね。あんまりね、そう飲まなくなった。でもねビールとか美味しいけどね、グビグビって言ってね。キャバクラとか行って。キャバクラか行ったことないよ。キャバクラ行ったことないの？ね、怖いよキャバクラ。怖くないですよ。怖くないの？連れてってほしいよ。全然行きましょうよ。じゃあこの後ね。このまま目的地変更してもらってタクシーキャバクラ行きましょう。どんなとこなの？キャバクラは、もうでも女の子とお話ししながら楽しくお酒を飲む、とか、あともうとんでもないお金持ちの人とかは、やっぱシャンパンとかお姉さんのために入れて、売り上げを上げてみたいな。推しなんだ。推しとかもするけどね。お金使わないですか？あんまりお金ないからあんまりねあんまりないのそんなに会社も景気良くないので。そうなんだ。そうなんだよ。そんなにねお金が回る、なんかすげえ大人の話になってるけど、そんなね業界じゃないんだよね。そうなんだ。だからそうお金の流れが細くて、しかも意外に末端なんでうち。そうなんだ。現場寄りだから。だからねどうやったら稼げんだろうって。いやでもやっぱ YouTube で当てるしかない。そうねだからねめっちゃ悔しいよね。悔しい。若い YouTuber が追い越してさ、すごい稼いでるやつっていうのもあるんだけど、いたりするじゃない。いるやつでいいもん。割としょうもないことやってるけどさ。いやそうね。そういう人が意外に稼いでるからさ、びっくり。最近の YouTuber ってもうすごいもんね。ね。金持ってんなって。そうびっくりだよ。それこそキャバクラ行った時に、なんか多分 YouTuber っぽい人がいて、もうすごかった。一人で来てるっぽいのに、女の子4人ぐらい囲まれて、お金撒いたり、お金もうお金出して、いいよシャンパン好きなの飲んでよみたいな、うわーと思ってね。そういうの見ちゃうとね、また夜寝れなくなっちゃうね。だからさどうしても自分慰めるとね、お金があれば幸せなわけじゃないみたいなね。いやそうあんな YouTuber なんて何も家帰ったら一人だろうと思ったりして。そうね。じゃあ最近した一番の贅沢って何？めちゃくちゃなんだろう質素なやつなの。なんだろう要求が少ない。要求が少ない。ほっとけばじっとしてるみたいなね。贅沢してないじゃん。贅沢してないね。一番の買い物みたいな。なんだろうね。最近で一番高い買い物。買い物か。何買ったかな。どうしてもね、釣りをやっていた頃、最近行けてないけど、趣味のものってついお金使っちゃうよね。使っちゃうよね。つい夢中になるから、僕は釣りで最終的にフライフィッシングの毛針を飛ばすフライをやってたのね、最後。そうするとあれ高いの。そうなんだ。何でも高いの。ルアーとかが高い。ルアー安い。安いんだ。ルアーの方はまだね。フライってなんかね、もともとイギリスの貴族っていうか、割と裕福な人たちがやってた釣りから始まってるので、割と全てちょっとね、お高く止まってるんだよ。最近そうじゃないけど、だから物が高くて、竹でできているバンブーロッド、竹のことバンブー、でバンブーロッドとかあるんだけど、割となんだろうな、みんなあれ量産じゃなくて
あ、一人職人が作って、それぞれ名前がある人とかがいてさ、で一番高いのはだから40万、そう安いんだよ。安くて40万、でちょっとそれに結構飲めてた時、フライフィッシングのショップが新宿とか大宮とかいろいろあって行ってさ、で衝動買い、40万をそう衝動買いなんかね、そこのね、なんかめちゃくちゃプライベートな話だけどな、どうでもいい話だけど、なんかね店員さんが、僕そんなに、フライフィッシング初心者だったの、だから割と無知、でフライショップで敷居高いんですよ、なんかね入りづらい。いやもうみんな玄人が行くみたいな。店員さんが、その道の人じゃん、で素人すぐ分かるじゃん。まあちょっとキョロキョロしてるなみたいな。もうすぐバカにされて、嫌な感じ。すごい嫌な感じなの。嫌な感じ。だから40万買ってやった。こいつ買ったぞ。気骨がある。ちょっとビビってた。合わせてね、フライリール、7、8万のやつを2個買ってやった。分からせてやったね。バカにすんなよと。そうそう、すごい。あんまり使ってないけどね。使ってでもまあコレクション的な。てかね、それはちょっと衝動買いで、といっても大きくないけど、まあそれくらいかな、そういう。でも後悔してないなら。後悔はしてないけどね。やってやったね。そうね。いいな。ラプサメに比べたらな。野外。ちっちゃい。野外でも最近すんごい高い買い物したんです。何？パソコン買った。パソコン最近、価格高騰がすごくて、知ってます？どれくらい値上がった？いやでももう本当に2倍ぐらいになってるかもしれない。そのパソコンの、が自体っていうわけじゃなくて、パソコンの部品が高騰してて、それに合わせて高くなってるらしくて、前使ってたパソコンが30万ぐらいだったんですよ。結構だ。それをずーっと使って、でちょっとそろそろ買えるかと思って、買うなら今ですよみたいなの会社の人と相談して決めたら100万円、1台。マジで？マジで。何？どんだけあれすればそこまで行くの？いやでもそこまでもう超ハイスペックまで行くともっと高い。そうなの？いや知らない世界だな。いや愛は動画編集とか自分でやってるんで。そうだよね。そうだからそれのためにクリエイター向けっぽいパソコンにしたんですけど、すげえ本格的だ。そうだ、すっごい高くて、びっくり。100万円のパソコン何に使うって、なって。すごいじゃあハイスペックで早い。だからグイとかは感じないです。動画の編集ソフト立ち上げながら、別で YouTube とか見てても重くならないっていうのが。なんだ、そんなんあるんだな。いやすごい。でも最近のパソコンは全部ほんと高いです。買うなら早く買った方がいい。いや使い道がね、僕なんかだから、いやそれこそ配信に使えばいい。この前言ってたよ。配信とか。だからさ、きっと、僕が機材いじってたわけじゃないけど、トラブったのはきっともう安いパソコン使ってる。そうなの。それもあると思う。あとあれとかね、電波とかもあるけど、パソコン。そうね、Wi-Fi 環境がね。そうだよね、スピードが遅いんだよね。いやじゃあそれもあると思うな。それはびっくりだな。そんなんなんだね。いやもう我が家も会社から見積もりが来たんですよ。会社経由でパソコン買ったので、見積もり書が来た時に詐欺だと思って、もう知り合いにめっちゃパソコン詳しい、そう専門の人がいるから見せました。これ詐欺じゃないよねみたいな。会社がその企業に騙されてるんじゃないよねみたいな。そしたら本当にそれぐらいするらしい、今。ちゃんとね、使えるいいものならね。そうだからもうずーっと使おうそうと思って。なるほど、いろいろ。水飲んで。いろいろだな。すごいな。一番はそれだね。僕なんかもう10年前のまだノートパソコン使ってるもんね。いやそれで配信はできないよ、先生。昔は結構簡単な実験なので、シミュレーション、ちょっと
実験の、どう動くかとか、そういう物理とかのシミュレーションみたいなものをやってみたりとか、実験で必要だからしてたんだけどね。最近はない？最近はね、最近はないね。使わないなっちゃったの。だからどっちかっていうと、なんだろう、そのつかみになる、インパクトのあることをやるって、だからこういう原理でこうなっててこうなるからっていう風な掘り下げていくよりは、もっとパッと見面白いものをどう作るかの方にいっちゃってる。クリエイターになってて。そうね。実験道具とか、それこそ真空パックとか、そういうお金はラボから出てる？会社でね。そうだから結構機材はね、揃えると高くなっちゃうので、なんとか安いものでできるようにだよね。頑張ってるんだ。そうだね、動画で使うってなると高くなっちゃうからね。実験はね、だ規模を大きくするとそれだけだから、なんだろうな、本当は海外進出っていうか世界進出して、すっごいお金入ってきてさ、やりたい放題できる実験が大規模にみたいなことを夢見てたけど、実際にそういうのを、海外の YouTuber、とかやってるからね。実験にしてもすっごい広いところにもう建物レベルのものを建てて、なんか実験したりとかさ、すごいことやんだよね、アメリカとかさ。お金持ってるからね。お金持ってる。でもその実験の元になっているネタというか、私とかが昔やってたやつだったりするわけ。実験って回り回ってんの結構。そっか、この実験がもうまただからリバイバルね。YouTube である海外の情報を元にやることもあるし、でも逆に私とかがやっていたものが、きっかけになって海外 YouTuber まで回って、ド派手にやっているなんてのを 見れちゃうわけ。悔しいね。相当悔しいの。金あるなって金あったらやれんのになって。そう、1回1000万とか使ってんじゃない、もっと使ってるかなみたいな動画を上げるわけ。それなんだろう、暴力だよね。いや、もう金の暴力だな。1000万とかあったらもうどんな実験します？貯金するけど。いや、実験してよ。動画にしてよ。動画にじゃあ1000万これ好きなの使っていいですよって言われたら。ただね、皆さんが楽しめる、例えば花火大会とかめちゃお金かかってるわけじゃないですか。花火高いらしい。あれ一発どれくらいだろう、10万とか何十万とかもっとかかるのかな。20万ぐらいかかるって聞いたことある。職人が作ってるからね。だからでも皆さん楽しめるじゃん。だからなんか実験、例えばね、昔番組でやったテルミット反応ってあるのよ。こうアルミニウムの粉と、例えば鉄サビ、ベンガラ、赤サビの、それを混ぜて火をつけると、もう火山みたいにドワーって反応して溶けた鉄が流れ出すのよ。ただ学校の実験でやるときには、小皿にそれを盛ったぐらいの量でやるわけ。それでも結構危ないから、それを過去に番組でドラム缶一杯やったの。そう何十メートルも離れてないと危ないわけ。溶けた鉄飛んでくるから。そうですね。でもそれはすごい、なんだろう、まだまだだなと思った。ドラム缶で、だから、そのままもし、1000万、本当にお金が YouTube とか動画でバンバン入ってきたら、どんどん大きくしてもう山1個ね。それこそ玉の奥多摩の山ぐらい火つけて逃げてくるね。ヘリコプターからさ火つけて国に捕まる。もう火山火山とかね、そこまでいかなくても、そういう花火大会を楽しみに行っていくように、今回は世界最大の実験ありますよっていうイベントとか、そういうイベント楽しそうだな。実験もあるし、もう歌もあるしみたいな、いろんな要素が入っているようなイベントみたいなもの、その中にすごい
大規模な実験があったら面白いかなって思うよね。デンジーランドでやりたい。デンジーランドね、夢のデンジーランド、忘れらんないもんデンジーランドの、ちょっとパクリっぽいけどね。ちょっとどころじゃないね。ちょっとまるっきりね。まるっきり隣に建てようとしてるし。じゃあ、そうか。お金ね、まあお金欲しいね。あったらあったでできるけどね、でもなくてもね、アイデア次第でいろいろとできると思う。で、ただ世の中がそれにまだ気づいていない、っていう気はするね。だから別に派手なことやらなくても小さい、企画、とかでも、味わうと、面白っていう、面白くできる、面白ってその深さ、みたいな境地というか行くところに行くのも一つの、もうお金だけで盛大にじゃなくて、もっと小さいけど、面白い、深みがあって、飽きないなみたいな、そういうところにたどり着けたらいいかもしれないね。いいな、いやみんなさ、VTuber もお金かけてんのよ、いろんな動画に。これお金すっげえかかってそうだなみたいな動画をさ、出してる、バンバン上げてるわけよ。そういうの見ると、いいなって。でも、ラプ様でも結構お金あるんじゃん。いやー、足りない。ないね。足りないね。足りないんだね。足りないね。やっぱり、収益性がない活動しかしてないから。そうか、そっちが多いんだ。ショート動画とか。ショートだもんね。番組に呼んでもらったりとか、栃木未来大使とかもうボランティアじゃん。そういう活動しかしてないから、そのマネタイズにつながることをさ、してなくて、一回会社と話し合ったこともあるぐらいなくて、お金はねないのよ。そうだから結構もう工夫派かもしれないね。そういうの忘れてたな。僕もね、千葉県市原市の観光大使な。そうなの？全然活動してないけどね。いや、そうしないと、千葉広めないと。千葉ね。千葉のいいとこ教えてよ。千葉はね、なんだろう、海もあるし、栃木ないんじゃない？海ないわ。ないけど。海もあるし、あとはね、山といっても、いわゆる里山、危なくない、低い野山が、そう丘、木や丘陵、丘なんだよね。だから親しみやすいしね。しかも千葉って程よく都会じゃないけど、東京も近いし。近い。だからアクセスしやすいのと東京から、あとは親しみやすい自然があるってのが千葉のいいとこだよね。観光場所もあるしね。鉄道マニアさんとかだったの小湊鉄道とかあるんだけど、ジーゼル車で1両2両で走っている、随分昔からずっと走ってるのがあるんだけど、そういうものが逆に脚光を浴びてるじゃない。逆に菜の花咲いてたりさ、そういう景色を撮るアスファルトに咲く、そうそんな感じでね、割とそういうことでは盛り上がっているというか、かな。栃木の方が日光とかもあるし。いや、栃木すごいから華厳の滝も、そうだよね。華厳の滝すごいな。昔よく見に行った。滝いっぱいあるから、釣りに行ったわ。釣りできるんだ、あそこ。できる。川があってお金払わないといけないけどね。そうなんだ。釣りスポットはめっちゃあると。ある。川が多い、山が多い。景観もいいしね。絶景だね。あと歴史もあるしね。いや、そうね。日本最古の学校とかもあるから。そう。なんだ、金沢文庫？いっぱいあるね。じゃねえか。間違えたから。大谷石資料館とか。大谷石ね。そうとか。よく塀とか使われた切り出しやすい。すごい地下にでっかい穴があるんでしょ。そう。でそこを歩けるの、すごい綺麗。来てよ栃木。栃木ね。来てよ栃木で実験すればめっちゃ余ってるもん土地。そうだね。大掛かりな実験だったらね。栃木の山なら許されるかもしれない。上から垂らして火山にするの。火山にするのがね。そうだよね。行き
たいな。でも千葉も行きたいな。ディズニーあるし。そうだよね。そうだね。そうでもあの辺は東京寄りの千葉だからね。あ、そこは千葉県とは、認められてない。いやそんなことないんだけど、なんだろう、本当の千葉ローカルだと方言とかも脱皮、あ、そうなんだ。栃木もちょっと脱皮でしょ。栃木は脱皮だね。ちょっとイントネーション違うけどね、栃木の人はね。そうだね、確かに栃木、今は方言出てないけど、帰るともう出ちゃう。出ちゃうよね。出ちゃうね。まあじゃあ一度来ますか。ラプ様と栃木で観光一緒に回るかね。行きたいとこ増えたね。コラボできるといいですね。いや、したいね。キャバクラもね。キャバクラね。それは誘ってもらえれば一度体験でぜひ行ってみたいな。キャバクラ、有名なキャバクラだな。行こう。やべえ。一人じゃ絶対行けねえわ。行こう。もう着いた。着いた。はいはい。ありがとうございました。もしもし、タクシー1台お願いします。はい。赤と白のボール持ってます。はい、よろしくお願いします。